皆さんこんにちは。さすがの面です。今回はストームキャストエターナルズのベルクジインドミタブルを組み立ててベースカラーまで塗装していきます。そして途中では上海で巡ったホビーショップの様子もご紹介。ちょっと情報量が多めかもしれませんので、ぜひ何周でも楽しんでくださいね。さて、昨日投稿したベレクのイラストは見ていただけましたか？とってもかっこよく描けたので、私はかなりお気に入りです。ただのおじさんにならないように、ミニチュアらしいエッジも意識して描いてみました。とはいえ、皆さんはオルクやスペースマリーンのイラストの方が好きかな？おじさんはまた裏でこっそり練習しておきます。今回は組み立ててから塗装する予定なので、まずは説明書通りに組み立てていきます。パーツ数は多くないんですが、一つ一つの造形が本当に細かいですよね。特に鎧。ストームキャストエターナルらしい重厚感のある神々しいデザインがたまりません。スペースマリーンももちろんかっこいいんですが、ベレクは守護神みたいな気品があります。まだ色がついていないのにこの存在感。完成した姿を想像するだけでワクワクしますね。今回の塗装ではこの豪華な鎧を主役にしたいので、金属のキラッとした質感をしっかり出せたらいいなと思っています。そしてマントや細かな装飾とのメリハリも意識したいところ、背中の毛皮も何色で塗るかじっくり考えながら組み立てています。早く塗りたいと流行る気持ちを抑えて、まずは焦らず丁寧に組み立てて塗装しやすい状態を作っていきます。もうこの時点で十分かっこいいので、この先どう仕上がるのか私も楽しみです。ミニチュアって完成すると正面ばかり見てしまいがちなんですが、ベレクの造形360度かっこいいので、ぜひ後ろ姿までじっくり見てほしいですね。それではこの辺りで上海旅行中に立ち寄ったホビーショップをご紹介します。上海2日目、友人と合流してグローバルハーバーという巨大ショッピングセンターへ向かいました。中国は移動手段が本当に安くて、大きなハイヤーを呼んでも日本でタクシーに乗るより安かったりするんです。車窓からの景色も楽しくて、ずっと外を眺めていました。私は海外へ行くと街並みやマンションを見るのが大好きなんですが、中国の高層マンションや団地は本当に迫力があります。移動中も興奮とドキドキが止まりません。とはいえ、少し車酔いもしながら到着です。ここは上海へ来るたびに必ず立ち寄るお気に入りの場所、グローバルハーバーです。本当に巨大なショッピングセンターで、1週間あっても全部のお店は見て回れないくらい広いんですよ。高級ブランドはもちろん、屋台やアジア各国のレストラン、家具、家電、自動車、学習塾、VR アトラクション施設まで本当に何でもあります。この日はホビーショップを中心に巡りながらご飯を食べたりお買い物を楽しんだりして過ごしました。ショップには日本でも人気のキャラクターがたくさん。このポップマートでは
限定品や新商品がずらりと並んでいました。サンリオやジャンプのキャラクターもコラボしていて、とてもクオリティが高かったです。このフィギュアとっても気に入ったんですが、購入するのを忘れていました。めちゃくちゃ悔しい。これはジュース屋さんのキャラクター。アヒルかわいい。トップトイにはオリジナルキャラクターがたくさん。日本ではキャラクターの内面やバックグラウンドを大切に楽しむ文化が強い印象がありますが、中国では可愛い、好きという気持ちをもっと気軽に楽しんでいるように感じます。まさにそれを体現するような IP、イラスト屋のフィギュアもありましたよ。中国でかなりの人気なんです。そしてこちらは私の大好きなキャラクター。やっと見つけました。お気に入りの子。むすっとしたお顔とパンキッシュなファッションが魅力のドーラシリーズ。ブラインドボックスフィギュアを購入しました。ダルメシアンの子が出ました。ミニソーフレンズにはディズニーをはじめ世界的に有名なキャラクターたちが並んでいます。ズートピア、ミッキー、プーさん、トイストーリー、ハリーポッター、スターウォーズ、モンチッチ。そしてその中にはマイクラもあったり、ゲームキャラクターも多い印象。店内は奥にとても広くて、見つけました。私の大好きなスティッチとグローグ。デュオリンゴなどのちょっとニッチなキャラもしっかりラインナップ。可愛いは正義ってこと。サンリオやポケモン、特撮系のキャラクターも並んでいました。店内にはちょっとしたアクセサリーや服飾品も一緒に陳列されていて、もう本当に何でもあり、老若男女いろんな客層が訪れています。そしてこの翌日はウォーハンマーストアへ。その様子は一つ前の動画でたっぷり紹介していますので、まだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。さて、ベレクの方はというと、マントのグラデーションで盛り上がっています。今回も塗料は自己流で調色しています。ここまで塗ってみると全体の雰囲気がかなり見えてきましたね。でもまだまだ完成ではありません。グラデーションも綺麗にして足元にも注目してください。実はベレク、倒したオルクを踏みつけているんです。このオルクも土台だから適当でいいやではなく、肌の色や牙、傷なんかも塗り分けてちゃんと一体のミニチュアとして見えるぐらい作り込みたいなと思っています。でも主役はベレク。私が特にこだわりたいのはやっぱりお顔。目元やシワの陰影を少し丁寧に入れるだけで一気に生きている感が出るので、ここは時間をかけて仕上げたいところです。次回はいよいよ仕上げ。細かい部分までかっこよく仕上げていこうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さすがのメンでした。バイバーイ。